引き寄せ合う宇野昌磨とコーチの物語。コラントってプレゼンツ昌磨グラビティ、宇野昌磨の引力。2019年、昌磨は長年連れ添ったコーチから離れ、孤独な戦いの中にいた。もう引退した方がいいのかなって。救いを求めた新コーチはトリノ五輪のメダリストステファンだった。残りのスケート人生、スケートを楽しみたいステファンコーチのところが一番楽しくできるんじゃないかなって。 I trust he doesn't need too many information, just trust himself, the most important. 昌磨とステファン、共に歩み出した2人はこの年全日本選手権4連覇という偉業を達成。迎えたオリンピックイヤー、ステファンはとっておきのプログラムをプレゼントした。止まって動いて止まって動いて異常なほど体力を必要とするプログラムになっていて、自分らしさを全力でぶつける、それがボレロだと思っているので。渾身の振り付けと滑りで2人は北京を戦い切った。 When you see him on the ice, it's very close to who he is. He's very real, very honest. This is something very unique to be able to express his emotions. Shoma is very precious for figure skating. 世界を舞台に高め合う2人のスケーターの物語。コラントってプレゼンツ昌磨グラビティ、宇野昌磨の引力。北京オリンピックを共に戦った宇野昌磨と鍵山優真。世界のトップスケーターとなった2人は互いをこう語る。見習うところばかりだなって。ジャンプに関してもその質を上げなきゃいけないって思わせてくれたのも優真くんですし、一緒に練習していても、そして同じ試合に出ると改めて感じさせられます。もう刺激しか受けてなくて、表現力の部分がずば抜けてうまい。手の使い方とかがすごく好きなので、何回も何回もジャンプ飛んで練習しているので、すごいなっていうふうに思ってます。この春、鍵山は昌磨のホームリンクがある大学へ進むことを決意。その理由は、ずっと憧れの選手だったので、本当に近くで見てたくさん吸収していきたいなっていうふうに思ってます。北京を経てお互いへの思いはより高まっているようだ。僕にとっては間違いなく優真くんが今年の僕を奮い立たせてくれたっていうのが大きいと思うので、彼にとっても貴重な存在になれるように走りたいなって思ってます。今までは自分が追う立場としてずっと背中を見てきただけだったんですけど、同じレベルとして競える選手として頑張りたいなっていうふうに思っています。宇野昌磨が兄のようと慕うスケーターとの物語。コラントってプレゼンツ昌磨グラビティ、宇野昌磨の引力。2018年ピョンチャンオリンピック、日本代表として戦った宇野昌磨、そして田中圭司。2人が出会ったのは昌磨がまだジュニアの頃。僕にも弟がいるんですけど、割と弟より会ってる頻度が多い時期はありました。僕にとってもお兄ちゃんって感じで、敬語の使い方も知らないし、友達との接し方も知らなかったので、だいぶ生意気だったと思うんですけど、合宿などで同室になることも多かった2人はまるで兄弟のよう。リンクの外でも一緒だった。スケートのことに関しては引っ張ったつもりはなく、それ以外のことですね。生活、昔だって野菜食べろとか
部屋をきれいにって言ってるのもこうちょっと先輩から後輩に伝える程度。なんか2人ともすごい喋るタイプではないんですけど、自然と同じ場所に集まってただただずっと隣にいるって感じです。ジュニア時代の出会いから現在まで、翔馬は田中の存在を感じ続けていた。24歳になるまで僕をこうやって育ててくれたのは、本当に僕の周りの年上の人たち、ケイジ君が結構大きかったかなと思います。リンクの上で運命が重なった2人のスケーターの物語。コラントってプレゼンツ翔馬グラビティ、宇野昌磨の引力。5歳からフィギュアスケートを始めた宇野昌磨。この世界へ誘ったのが浅田真央だったのは有名な話。真央ちゃんがやってるからフィギュアやるっていう感じだったので、フィギュアをやってなかったら自分の人生が全然変わっていたとは思います。幼稚園の時に初めてスケートリンクに来ていた時から知っているので、ジャンプが飛べなくて自分ができなくて悔しくて泣いていることが多かったので、強い気持ちっていうのは、それが今につながっているんだなっていうのは感じます。少し前までの昌磨の練習量は他の選手を圧倒していた。その努力の才能は浅田から手渡されたものだった。本当にずっと氷に乗ってずっと練習し続ける、それが自分にとって努力だって思わなかった。そう思わせてくれたのが真央ちゃんの影響で、やばいんですよ。もう滑ってる時間とか練習量が、それがトップに行くには当たり前に必要だって思ったので。出会いから19年、2度のオリンピックを戦った後輩の姿は浅田の目にどう映っているのだろ私は伊藤みどりさんから続いてオリンピックで銀メダルを獲得して、で宇野選手もメダルを取ったというのはバトンをつないでくれたんだなっていうのはすごく感じました。